こんにちは、旅江です。10年落ち10万キロ走ったキャンピングカー加藤モーター DD に乗って今日も旅に来ました。真夏の車中泊、今日もサービスエリアで休憩をとっていきます。落ち着くリビングルームにやってきました。サービスエリアで夏らしいおやつが売っていたので買ってみました。リンゴジュースとわらび餅。それにしても暑い。エアコンを入れていきましょう。エアコンは必須アイテムになりましたね。今回も旅の出発前に DIY を行いました。シンクの交換を行いました。といっても見た目はほぼ一緒ですよね。シンクは同じ型式の新しいものを、蛇口は新しいものに変更しました。水の流れがスムーズになって気分的にも機能的にもいいものになりました。さてと、リンゴジュース、わらび餅をいただきましょう。甘くて美味しい。わらび餅も食べていきます。きな粉と黒蜜が入っていました。お皿に移していきましょう。わあ、わらび餅透明でなんだか美味しそう。まずは黒蜜をかけます。続いてきな粉をかけます。すごいプルンプルンです。ではいただきます。甘くて美味しい。こりゃ夏にぴったりです。外気温は35度を超えています。大容量のサブバッテリーシステム、家庭用エアコンがなせる技。こんな真夏でも車内は快適空間です。美味しかった。旅の再開といきましょう。今回の旅は目的があります。題して DD 故郷に帰るです。こちらのキャンピングカーを製作されたのが加藤モーターさん。新潟県に本社を置くキャンピングカービルダーさんです。DD を購入後、加藤モーターさんにご連絡をさせていただきました。ものづくりが好きな DIYer の端くれとして、加藤モーターさんのものづくりへの思い、DD ができた経緯、こだわりポイントなどたくさん聞いてみたいことが出てきました。今回は車両を見ながらいろいろと解説をしてくださることになりました。というわけで新潟への
長旅車中泊。今日は道中の上田市に向かおうと思います。上田市といえば別所温泉。名前は知っていましたが、まだ温泉には一度も入ったことがありません。温泉トラベラーとしては入らないわけにはいきませんね。高速道路を降ります。峠を越えて上田方面に向かいます。エンジン音に包まれて遠ざかるほどに濃くなる山の色。走る車窓にセミの声と夏の匂いが流れていきます。風のまま空のままに走る旅。ああ、キャンピングカー旅はこれだからやめられません。別所温泉に到着しました。駐車場を見つけたので駐車していきます。この車両3メーターの高さがあるので止められる場所なかなかありません。今回はすんなり見つかってよかったです。風情のある温泉街です。駐車料金は500円でいいそうです。お目当ての蕎麦屋さんがあるのでそちらに向かいます。朱色の日傘、情緒があっていいですね。あちらですね。ネットで見つけた美味しそうな蕎麦屋さん。それでは入店します。なーにー、なんとお休みでした。当てが外れてしまいましたが、蕎麦屋さんもう一つ発見。こちらでざるそばをいただきます。ではいただきます。皆さんはざるそばと盛りそばの違いってご存知でしょうか。諸説あるようですが、ざるに乗って海苔が乗せられているものがざるそば、器に盛られているものが盛りそばだそうです。うな重、うな丼の違いのように、ざるそばの方が比較的高級な料理だったようです。美味しかった。よし、お腹も満たされたし、温泉に向かいましょうか。この近くに日帰りの温泉施設があるようです。3分ほどで着くそうです。ありました。到着です。藍染めの湯です。
温泉道具を取りに行きましょう。運転席からエントランスへ行くのも楽々です。広々した駐車場で助かりました。それでは一風呂行ってきます。硫黄の香りがするとってもいいお湯でした。長湯をしてしまいました。お風呂から出ると外の空気がちょっとだけ涼しく感じました。多分気温はそんなに変わってないと思います。ほてった体に当たる風がなんだかそう感じさせるんだと思います。よし、お風呂も入ったし、もう一軒行きたいところがあるので向かいたいと思います。別所温泉のお隣、東御市にあるセレクトショップわざわざへ向かいます。昔から気になっていたお店です。パン屋さんが始まりのお店ですが、残念ながらそちらはお休みでした。衣食住にまつわるこだわりの品を揃え、日々の暮らしを豊かにする提案をしてくれるようなお店。わざわざマーケットに到着です。今日の夕飯などこちらで揃えていきたいと思います。わざわざマーケットに異質の DD 君、目立ってますね。それでは買い物行ってきます。いろんな商品があって目移りしてしまいました。厳選していくつか購入。今日の夕飯の食材も購入できました。冷蔵庫に入れておきましょう。 DD の冷蔵庫は絶妙な位置にあります。車内に入らなくてもそのまま入れられる。使う人のことをよく考えられた設計ですね。おや、なんだか雲行きが怪しいですね。またゲリラ豪雨が来るんでしょうか。今日の車中泊スポットを検索します。こうやってノープランでその場で考えていくのが車中泊旅の醍醐味。近くに道の駅があったのでそちらに向かいます。走っているとだんだんと雲行きが怪しくなってきました。雨が降り出しました。本降りになりました。コンビニで一旦休憩します。天気予報を見るとなんだか爆弾低気圧がこちらに向かっています。
の駅へ向かっていきます。到着しました。長野県長和町にある道の駅マルメロの駅長門に到着しました。到着すると同時に大雨が降り始めました。またゲリラ豪雨です。雷も鳴っています。トイレを済ませるとより一層雨が強くなっていました。たまらず車内に逃げ込みます。ふう、疲れましたね。雨音が体と心の疲れを癒してくれます。さて、車中泊のセッティングをしていきます。小さな小窓やカーテンを閉めていきましょう。自分だけの空間づくり、小さな頃夢見た秘密基地づくり。キャンピングカー旅は大人のおままごと。子供のように目を輝かせて楽しむのはもちろん、大人だからできるスケールの大きさで旅を楽しみます。テーブルを起こせばセッティング完了です。蒸し暑いのでエアコンをつけていきます。80% ほどで始まった今日の旅。走行充電で電気は 94% まで回復しました。こちらのキャンピングカー 1200kWh バッテリーを積んでいます。一人旅では絶対に使い切れない量のバッテリーです。ですがその安心感が旅を自由にしてくれます。まずはお米のセッティングをしていきましょう。だいたい 0.5 合ほど。無洗米なので研ぐ必要がありません。水の量は目分量。プロ車中泊ニストはそういったところにこだわりがあります。スイッチを入れてあとは炊飯していくだけです。インバーターは 1500W まで対応。ちょっと容量が小さいのがたまに傷です。テーブルを拭いていきます。わざわざマーケットで
ハンドソープを購入したので早速使っていきます。なんだかおしゃれな香りがします。今日の夕飯はわざわざマーケットで購入した鶏餃子です。IH クッカーを取り出します。作り方をよく確認しておきます。フライパンに油を敷きます。電力を気にしつつ IH をつけていきます。エアコンに炊飯器に IH、 ちょっと使用量が気になりますね。ここでヒューズが飛んだりすると怖いのでエアコンは切っておきます。電気関係の課題、インバーターが 1500W までしか使えないことです。電気はバケツに例えると分かりやすいですね。現状の DD、 大きなバケツにちょろ水しか出ない蛇口が設置されている状況に近いです。バケツの中に水はたっぷり入っているんですが、蛇口が太くなったり複数あれば使い勝手良くなるんですけどね。今後の DIY の課題ですね。エアコンの代わりに換気扇をつけておきます。換気扇であれば省電力で動かすことが可能です。小さめのフライパンにたっぷりと餃子を敷き詰めました。表面に焼き色がついたのでこちらに水を加えていきます。あとは蓋をしてしばらく待ちます。いい香りが漂っています。そろそろどうでしょうか。良さそうですね。お皿に移していきましょう。いくぞ。せーの。よし、上手に乗せれました。鶏餃子の完成です。
ご飯も炊き上がりました。付け合わせにお味噌汁を作ります。折りたたみのケトルを取り出します。お椀で計量することでぴったりのお湯の量がわかります。この水を温めていきます。前回の旅で買った寒天パパのお味噌汁を入れていきます。寒天の入ったヘルシーで美味しいインスタント味噌汁です。ご飯の蒸らしが終わりました。盛り付けをしていきましょう。お湯もちょうど沸いたので持っていきたいですが、コードが抜けません。いろいろやっているうちにこぼしてしまいました。せっかく分量測ったのにお湯が半分ぐらいになってしまいました。仕方ないので水を足しておきましょう。本日の餃子定食完成です。冷やしておいたノンアルビールをいただきます。では今宵の旅に乾杯。美味しい。暑い日にはビールの喉越しがたまりません。早速鶏餃子いただいてみましょう。美味しい。鶏の旨味がしっかり凝縮されています。ご飯によく合う濃い味ですね。お味噌汁は人肌程度になっていました。あっという間に完食。美味しかったです。ごちそうさまでした。片付けをしていきましょう。ティッシュなどである程度拭き取ってから洗い物をしていきます。シンクが新しくなったことで洗い物
かなりやりやすくなりました。特に蛇口の位置が高くなったことで洗う際にとても楽です。新品のシンクだと気持ち的にもなんだかいいです。今回は行いませんでしたが、実はこの蛇口、お湯も出る混合水栓になっています。いつかお湯が出るような装置を作りたいと思っています。シンク周り、かなり快適になりました。これはやってよかった DIY です。さてと、夜ののんびりタイムに移行していきます。今日の夜のお供はポップコーン。こちらもわざわざマーケットで購入したプレッツェル入りのキャラメルポップコーンです。映画館でよく見るあれですね。美味しい。夜の間も雨は降り続けました。よし、そろそろ寝る準備をしていきましょう。お着替え忍法行きましょう。忍法、着替えの術。よし、上手に着替えれました。明日はいよいよ新潟県に向かい、加藤モーターさんの工場にお邪魔します。どんなお話が聞けるのか、工場内も見せていただけるそうなので楽しみですね。今日はメインベッドで寝ていきます。長旅だったのでなんだかんだ疲れ果てましたね。寝る前の旅家じゃんけんいきましょう。旅家じゃんけん、じゃんけんぽん。私はグーを出しました。ではおやすみなさい。おはようございます。朝になると雨は止んでいました。太陽の日差しがじわりじわりと気温を上げていきます。
お着替え忍法をやっておきましょう。忍法、着替えの術。よし、バッチリです。朝食を作っていきます。朝はホットサンドメーカーを使っていきます。封印されしロボのカバくん、封印を解いていきましょう。朝は卵を乗せたトーストを作っていきます。まずはホットサンドメーカーにパンを乗せていきます。真ん中を指で押してくぼみを作ります。続いてベーコンを乗せていきます。その上に卵を乗せていきます。塩コショウで味付けをしておきます。あとは蓋を閉じて焼いていきましょう。バッテリー残量は 79%。 やはり消費ワット数が少し怖いのでエアコンではなく換気扇をつけておきます。窓を少し開けておくと風の通りが良くなります。さあ、そろそろどうでしょうか。おっと、上の面にくっついてしまいましたね。上手に剥がしていきましょう。なんとかリカバリーできました。焼き具合もう少しですかね。3分ほど経ちました。上手に焼けてくれました。お皿に移します。卵のトースト完成です。ではいただきます。時々質問をいただくこちらの飲み物、緑茶のペットボトルです。緑茶大好きなんですよね。
美味しい。ベーコンと卵、相性バッチリです。あっという間に完食。ごちそうさまでした。美味しかった。片付けをしていきます。こういった油物を洗うとき、少しでもお湯が出ると便利なんですよね。給湯システム、いつか実現させたいなと思います。ロボカバくん、封印完了です。よし、新潟に向けて準備をしていきましょう。こちらの道の駅から新潟県まではおよそ3時間。まだまだ道のりは長いですが、道中を楽しみながら進んでいきましょう。エアコンを切ります。1泊2日で 77% まで電力を消費しました。きっと新潟に着く頃には満タンになっている気がします。よし、それでは新潟県へ向けて再出発しましょう。DD の里帰りと題して始まった今回の旅。加藤モーターさんでは聞きたいこと、教えてもらいたいことがたくさんあります。どんな理念でキャンピングカーを作られていらっしゃるのか、 DIY をする際の注意点やアドバイス、制作段階の様子、いろいろ見させていただけることになっています。加藤モーターさんの車両をお持ちの方や興味がおありの方、キャンピングカーが好きな方には大変参考になる話がたくさん聞けましたので、ぜひこの後のインタビュー動画もご覧ください。ようやく加藤モーターさんに到着しました。というわけで PD 君がついに里帰りを果たしました。鉄にこのクッション、ウレタン付きのはい、サイド生地が貼ってあるっていうような形になりますね。野島さん、工場の方見せていただけるということで、じゃあこちらの方に、はい、ありがとうございます。
うわー、ここがこちらにあるのはトレーラーですね。トレーラーで、いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当に。というわけでたくさんのお話をお伺いしました。サブチャンネルでこちらの様子をたっぷりお伝えしています。概要欄のリンクからぜひご覧ください。お土産に新潟のお米もいただいちゃいました。その他スタッフの皆さんとても親切で、加藤モーターさん車両と同じでぬくもりのあるとても素敵な会社でした。今日の物語はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やベルボタンを押して最新話もぜひご覧ください。それでは次の話でまたお会いしましょう。ではまた。